皆さんの中には寝床に入ってもなかなか寝つけない、睡眠中に何度も目が覚める、毎朝決まった時間に起きられず生活が不規則になる、寝ても疲れが取れず日中に眠くなるといった悩みを持つ方も多いことでしょう。睡眠障害は単に規則正しい生活に支障をきたすだけでなく、死亡リスクを高めるので、できるだけ克服することが肝要です。このプレゼンテーションでは、睡眠障害が寿命を縮める理由を説明した上で、エビデンスのある睡眠改善方法をいくつか紹介したいと思います。第1章、睡眠障害の原因から方法を探る。睡眠の長さと質の異常は高い死亡率と相関します。京都府亀岡市で行われた前向きコホート研究で、65歳以上の日本人を睡眠時間が標準的な6時間以上8時間以下か、それより短いか、長いか、睡眠の質が高いか、低いかという基準で6つの群に分け、中央値 4.75 年間追跡しました。睡眠の質が高く、かつ睡眠時間が7時間前後の群を基準とした各群での多変量調整済み全原因死亡率ハザード比はこのようになりました。括弧内は 95% 信用区間です。睡眠の質の工程は、入眠時間、中途覚醒の有無、日中の眠気などを問うたピッツバーグ睡眠質問票のスコアが 5.5 未満か否かで決めます。見ての通り、8時間超の群と6時間未満かつ睡眠の質が低い群で全原因死亡率ハザード比が優位に1を超えました。6時間未満かつ睡眠の質が高い群は数が少ないため、優位な結果は出ませんでした。睡眠の質と時間の全原因死亡率ハザード比との関係をそれぞれ示すとこうなります。左の A のグラフはピッツバーグ睡眠質問票のスコア0を基準としています。カットオフ値の 5.5 点あたりから上昇し、11点以上で優位に1を超えました。右の B のグラフは睡眠時間420分を基準としています。毎日の睡眠時間が7時間より長くても短くても全原因死亡率ハザード比が上昇する U 字型の関係が得られました。このような相関性はなぜ生じるのでしょうか。まずは睡眠時間の異常から説明しましょう。相関関係を因果関係として解釈するとき、どちらが原因で、どちらが結果かが問題となります。結論から先に言うと、長い睡眠時間が死亡リスクを上昇させるメカニズムはなく、死亡リスクの上昇が結果として睡眠時間を長くするのに対して、短い睡眠時間は逆に原因として死亡リスクを上昇させます。どちらにおいても死亡リスクの上昇は炎症によって起きます。前回申し上げたように、炎症とは焦土作戦でして、寄生者と戦うための免疫反応です。それは寄生者の退治に有効ですが、同時に宿主の寿命を縮めます。私たちは風邪をひいたら寝て治すという方法を昔から実践してきました。起きて活動するよりも寝た方が私たちの体がウイルスとの戦いに専念できるので、寄生者との戦いが有利になります。それで寄生者との戦いという死亡リスクの上昇が原因で、長い睡眠時間が結果という因果関係が成り立ちます。同じ理屈から睡眠時間を短くすると
寄生者との戦いが不利になるので、短い睡眠時間が原因で死亡リスクの上昇が結果という因果関係が成り立ちます。次に睡眠の質と死亡率との因果関係を考えましょう。睡眠の質が低下するということは、体内時計の作動に障害があるということです。体内時計の正常な作動に必要な時計遺伝子に BMAL1 とクロックがあります。これら代表的な時計遺伝子が発現すると、規則正しい覚醒と睡眠の周期が維持され、死亡率が低下します。そのメカニズムを説明しましょう。この図で示したように、時計遺伝子の BMAL1 とクロックは E-BOX でヘテロ二両体を形成し、外実リズム形成のための転写を正に制御します。外実リズムが健全な場合、NRF2 が酸化ストレスに応答して活性化され、抗酸化遺伝子を発現させます。抗酸化作用により活性酸素が除去されると、負の転写因子の転写が活性化され、クロック BMAL1 複合体が抑制されるというネガティブフィードバックが機能します。活性酸素による酸化が必要な場合もあります。細菌やウイルスなどに感染した場合です。免疫応答のため、炎症を誘導するマスター転写因子の NF-κB を活性化しなければなりません。NF-κB は I-κB と結合して抑制されていますが、I-κB のリン酸化で抑制が解除されます。NF-κB が核に移動すると、主要エシ因子 α などの酸化促進遺伝子の発現を誘導し、時計遺伝子を抑制します。それで免疫応答は睡眠障害をもたらすのです。酸化による炎症が続いて死亡率が高まるのを防ぐには、抗老化遺伝子のサーチュインを活性化させなければなりません。結局のところ、免疫応答の結果、睡眠障害が起きるので、睡眠改善のために必要なことは、まず感染症を治療し、防止すること。そして、抗老化カスケードを促進して、時計遺伝子を発現することです。そのために有効な方法を提案しましょう。第2章、生活習慣病対策の食事をとる。生活習慣病対策はそのまま睡眠障害対策にもなります。日本人女性労働者を対象に食習慣とピッツバーグ睡眠質問票のスコアを用いて評価した睡眠の質との関係を調べた研究によると、睡眠の質の低下と優位に関連していたのは、炭水化物の摂取が多い、菓子の摂取が多い、野菜の摂取が少ない、魚の摂取が少ないといった生活習慣病を悪化させる食習慣でした。米国での調査によると、高グライセミックインデックス、高グライセミックロードの炭水化物の摂取が多いほど、不眠症のリスクが優位に高くなるという結果が出ています。また、睡眠の質の低下は、糖尿病発症リスクと相関することが知られています。2016年発表のメタアナリシスによると、糖尿病の相対リスクは、睡眠の質が悪い場合、シフト勤務を行っている場合で優位に1を超えます。これらの事実は、免疫応答の結果、睡眠障害が起きるという説で説明できます。細菌やウイルスは昼夜を問わず侵入するので、
免疫応答時に私たちの体は常在線上の体制をとり、その結果外出リズムが崩れます。月種類を用いた実験から時計遺伝子を抑制すると、インスリン抵抗性が高まり、糖尿病になりやすくなります。これはエネルギー源を脂肪として蓄えておくより、血糖にしておく方が即座に消費できるからでしょう。しかし、体を長らく常在線上の状態にしておくと、酸化や炎症が慢性化し、寿命が縮みます。皆さんの中には睡眠の質を改善しようとヤクルト1000を飲んでいる人もいるでしょうが、ヤクルト1000に大量に含まれている砂糖、ブドウ糖果糖液糖、高果糖液糖といった高グライセミックインデックス、高グライセミックロードの糖質は、単に生活習慣病のリスクを高めるだけでなく、肝心の睡眠の質にも悪影響を及ぼし得ます。睡眠の質を改善するために必要なのは、マツコ・デラックスの真似をすることではなくて、マツコ・デラックスのような体にならないようにすることです。第3章、メラトニンを増やす食事をとる。私たちの体で外日リズムを調節しているホルモンはメラトニンです。この図にあるように、目から入る光の刺激は、視交差上核にある体内時計に覚醒のシグナルを与えます。その情報はさらに室傍核、上系神経節を経て、メラトニン分泌を司る消化体に伝達され、メラトニンを抑制します。反対に夜間の暗闇ではメラトニンの分泌量が増加し、催眠作用を発揮します。このグラフにあるように、メラトニンのレベルは夕方から徐々に高まり、深夜にピークに達した後、日の出とともに日中レベルに下がります。メラトニンの分泌量は加齢とともに減ります。それならメラトニンを経口摂取すればよいと思うかもしれませんが、経口摂取しても効果は長続きしないので、入眠の助けにはなっても中途覚醒防止にはなりません。代わりに体内での合成を増やすという方法があります。メラトニンの材料であるトリプトファンを食品を通じて摂取するという方法です。経口摂取したトリプトファンは日中に脳内でセロトニンに、夜になるとメラトニンに代謝されます。日本の子どもを対象にした調査によると、朝食におけるトリプトファンの含有量の少なさは、就寝時の寝つきの悪さや、起床時の目覚めの悪さと優位に相関していたとのことなので、トリプトファンを多く含む食品を朝食で摂取することが睡眠の質を向上させるには重要と言えそうです。トリプトファンを多く含む食品には、大豆タンパク、乳製品のガゼイン、白酒、ごまさばなどがあります。朝食の献立を考える上で参考にしてください。第4章、GABA で交感神経の働きを抑える。ガンマアミノ酪酸、略して GABA は、交感神経の働きを抑制し、副交感神経の働きを促進します。日本での試験の結果によると、GABA100mg を投与すると、30分後に血中 GABA 濃度が優に上昇し、
睡眠戦時、つまり就寝時刻から入眠までの時間が優位に短くなり、入眠後最初のノンレム睡眠の時間も優位に増えました。GABA は様々な食品に含まれていますが、食事から摂ることはお勧めできません。睡眠の30分前に食事をとると、睡眠中のオートファジーが抑制されるので避けるべきです。睡眠前なら代わりにサプリメントとして摂取すると良いでしょう。その際、GABA だけでなく、GABA と GABA 受容体の結合を促すハーブも一緒に摂取するとさらに効果的です。そうした機能を持つハーブとして有名なのが、バレリアンとパッションフラワーです。ただし、バレリアンはホップとの組み合わせで使われます。2008年発表のランダム化二重盲検プラセボ対象試験によると、バレリアンとホップを投与した群は、プラセボ群と比較して、脳波計で計測した睡眠時間および深い睡眠時間の両方が一晩で優位に長くなったとのことです。2011年のランダム化二重盲検プラセボ対象試験によると、パッションフラワーのハーブティーを飲んだ群は、プラセボのお茶を飲んだ群と比較して、睡眠の質が優位に改善したとのことです。それゆえ、GABAとバレリアン、ホップ、パッションフラワーを配合したサプリメントを入眠30分前に摂取すると効果があることでしょう。第5章、アロマテラピーで興奮を鎮める。アロマテラピーとは、薬草から抽出した精油を放火として飼うことによる自然療法です。2021年発表のメタアナリシスによると、アロマテラピーによる睡眠改善の効果量の合計は 0.65 で、対象群よりも高い優位さが確認されました。また、数ある精油の中で最も睡眠改善効果があったのはラベンダーでした。ラベンダーは不安を鎮めるリラックス効果を持つ代表的な精油です。睡眠改善のために使われるもう一つの精油としてスイートオレンジがあります。日本の健康な大学生を被験者としてスイートオレンジとラベンダーの効果を比較した試験によると、ラベンダーがスイートオレンジよりも客観的な測定、特に睡眠戦時の改善で効果があったのに対して、主観的な睡眠の測定では、スイートオレンジはラベンダーよりも効果的であったとのことです。スイートオレンジはオレンジから作られるため、ラベンダーよりも安価ですが、ラベンダーほどエビデンスがないので、安眠用の精油としては、ラベンダーだけで良いのではないかと思います。第6章、外実リズムを光で同期させる。睡眠障害が増える現代的要因として、コンピューター画面が発するブルーライトがあります。このグラフでスマホがメラトニン分泌に与える影響を確認しましょう。点線で示したのは、明るい時に色覚を司る SML 錐体と、暗い時に光覚を司る環体の標準化された吸収スペクトルです。このように私たちの視覚は幅広い波長の光を認知しています。黒の曲線は一般的なスマホの画面を最大輝度にした場合の発光スペクトルです。
有害なブルーライトのスペクトルを表す青色の曲線だけでなく、光受容体であるメラノプシンの感度を表すよもぎ色の曲線ともピークが重なっています。寝る前にブルーライトを浴びるとメラトニンの分泌が抑制され、入眠が遅れるゆえんです。よく講じられる対策はブルーライトカットメガネの着用です。2020年発表のメタアナリシスによると、ブルーライトカットメガネを装着したところ、ピッツバーグ睡眠質問票のスコアが優位に低下したので、一定の睡眠改善効果があると言えます。もっと徹底した対策は、就寝前の時間を暗闇で過ごすという方法です。ポッドキャストや動画の音声をバックグラウンド再生すれば、スマホの画面の電源を切ることで体内時計を遅らせることなくコンテンツを消費できます。音は光ほど体内時計を狂わせないからです。多くの人は覚醒のためにベルが鳴る目覚まし時計を使っています。しかし、音では気持ちよく自然に目覚められません。毎朝決まった時間に気持ちよく自然に目覚めるための一番簡単で原始的な方法は、カーテンを開けたまま寝るという全文明的なやり方です。朝になると日光が差し、体も温まって自然と目を覚ませます。プライバシーの問題でカーテンを開けたままにできない、あるいは窓が東向きではないという人は、タイマー付き照明を使って朝の目覚めを疑似自然的にエミュレートすれば良いでしょう。第7章、外実リズムを温度で同期させる。外実リズムは体温変動のリズムでもあることが知られています。私たちの体温は入眠の2時間前から低下し始め、体温の低下速度が最大になると、最初の深い眠りであるノンレム睡眠に入ります。では、この相関性は因果関係としてはどうなのでしょうか。1995年発表の実験によると、外実リズムを睡眠サイクルから切り離しても、ノンレム睡眠に移行するたびにコアの体温が低下することから、睡眠自体が体温低下を引き起こしていることが分かりました。逆向きの因果関係は、睡眠前の入浴で睡眠の質が改善される温浴効果から実証できます。2019年発表のメタアナリシスによると、入眠前の1時間から2時間の間にわずか10分間水を使った受動的な緩和を行うだけで睡眠線時が約 36% 短縮するとのことです。それゆえ体温低下と入眠の因果関係は双方向であると考えられていますが、睡眠改善という点では後者の因果関係の方が重要です。入眠時に体温を下げるには、その前に上げる必要があります。夕方に運動した後、風呂に入って、その後に体を冷やせば効果的です。タイマー設定可能なエアコンがあるなら、寒い冬には起床時に暖房が入るように、寝苦しい夏では逆に入眠時に室温を低くするようにすると良いでしょう。以上、エビデンスに裏付けられた熟睡するための方法をいくつか提案しました。睡眠障害といっても、
その内容は人それぞれでしょうから、ここで提案した方法をすべて実践する必要はありません。自分の悩みを一番解決してくれそうな方法から始めることをお勧めします。このコンテンツは一般的な情報の提供を目的としています。一般に健康に良いとされる方法が個別にも最適とは限らないので、個別での実践に際しては、個別事情に詳しいかかりつけ医等に相談してください。このチャンネルでは、私のコンテンツに興味を持ってくださる方に、更新情報をお知らせする、長井俊也ニュースレターというメールマガジンを配信しています。登録するには、japanese.nagaitoshia.com にアクセスしてください。完全無料で、いつでも登録を解除できるので、お気軽に試してください。